このドールズフロントラインってゲーム難しすぎない？戦術人形の手配や編成、資源の管理まで全部指揮官の仕事なの？司令部任されてるんだから当然じゃん。私には無理かも。戦闘だけしてればいいのかと思ってた。私も指揮官の仕事を覚えて活躍したいな。ねえ、私にもドールズフロントラインのやり方教えてよ。スコーピオンにできるかな？大丈夫大丈夫。こう見えても私はいろんな舞台で採用されてきたんだから。よくわかんないけど大丈夫かな。そもそもさ、いきなり司令部を任されたって何すればいいかわかるわけないじゃん。指揮官って何すればいいの？まずは目の前のステージを攻略していくことを目標にしていこう。ステージを攻略すると様々な機能や便利なステージが開放されて、どんどん快適な環境になっていくよ。へえ、いっぱいあるんだね。特にクリアを目指しておきたいのはこれらのステージ。強い人形だったり便利なステージが開放されるから、これらのクリアを目標に進めていこう。クリアすればいいのはわかるんだけど、他にもいろいろやらなくちゃいけないっぽいじゃん。確かにやることがいっぱいあるように感じるけど、指揮官の仕事は大きくまとめるとこの4つ。これなら私でもわかりそうでしょ。そして攻略を効率よく進めるためのコツとして、一部隊を集中して育てていくといいよ。一部隊だけでいいの？通常のステージは一部隊をしっかり育てれば十分攻略可能だよ。いろんな人形を育てたくなる気持ちはわかるけど、攻略重視なら一部隊に集中しよう。一部隊を育てていけばいいなら、なんかできそうな気がしてきた。まず最初にステージ攻略をするために作戦任務で必要な基礎知識を解説していくね。よろしく。とりあえず指揮官として作戦に大切なのはこの3つ。敵の司令部を占領すれば勝ち。行動ポイントと弾薬、配給に気をつける。攻略が厳しいと思ったら支援部隊に頼る。この3つを意識していこう。作戦が開始されたらまず戦場の様子を確認しよう。これが戦術マップ。指揮官の目には戦場がこうやって見えてるんだよ。戦場ってこんなに広いんだ。そしてここが敵の司令部。ここを占領すれば勝利だよ。この赤とか青のマスは何なの？青が味方の占領している場所、赤が敵の占領している場所、白がどちらにも占領されてない場所だよ。そして右下が行動ポイント。1ターンにこの数だけ部隊を移動させたり配置させることができるから、よーく考えて動かしていこう。でも1個注意しなくちゃいけなくて。占領先のマスが赤いマスに囲まれてると自動的に取り返されちゃうんだよ。逆に敵の司令部とかに強い敵が陣取ってて倒せないと思ったら、周りのマスを全て占領して自動的に奪い取っちゃおう。なんかボードゲームみたいだね。そうだね。ただし敵の司令部は囲まれてても占領すれば勝利。迷わずに占領して勝利しよう。戦術マップの見方は分かったかな？分かった。注意しなくちゃいけないのは、周りが赤マスで囲まれていると自ターン自動的に占領されてしまう。敵司令部は赤マスに囲まれてても占領すれば勝利。イエイの2点かな。次に飛行場について教えるね。飛行場でできることはこの4つ。どれも重要だから、飛行場を占領しつつ敵司令部を目指すくらいの感覚で進めていこう。飛行場で最も大事なのは補給。占領している飛行場の上で部隊をタップすると補給ができるよ。部隊の隣に弾薬と配給の残りが表示されてるから常に確認しよう。弾薬や配給のどちらかが切れると攻撃できなくなって敗北しちゃうから注意してね。私もそれで撤退したことが何度もあるよ。残り少ないと思ったら近くの飛行場を占拠したりして補給をしよう。飛行場での補給回数に制限はないから
こまめな補給を忘れずに。イエスさ。次に部隊の配置。特に大事なのが戦友の支援部隊。敵を倒せないと思ったら強い支援部隊に助けてもらってステージを攻略しよう。支援部隊は配置したり行動しても行動ポイントが減らない代わりに自分の自由には動かせないから注意してね。なるほど。支援部隊を動かすには支援部隊をタップして行動を設定しよう。行動を選ぶと味方のターン終了後に1マス分行動するか、待機の場合はそのマスで待機しているよ。状況に応じて支援部隊の行動を設定しよう。行動ポイント消費しないのはありがたいね。すっごく助かるよね。強い戦友の支援部隊を使えば通常のステージはほぼ全て攻略できるから1部隊だけ育てれば OK ってことなんだよ。よーし、私も戦友作ろうっと。そして行動ポイントについてなんだけど、飛行場や味方部隊の数が増えると行動ポイントが増えていくよ。そしてもう一つ、これは覚えておくと便利なテクニックなんだけど、隣接している部隊同士の入れ替えは行動ポイントを消費しないんだよ。すごい。こんな風に補給とかでうまく活用しよう。そして最後に緊急修復。作戦が始まったら飛行場の緊急修復でしか HP 回復ができないから、クリア優先ならどんどん使っていこう。飛行場を占領することで有利に戦闘を進めることができるから、敵司令部に進行しながら飛行場を占領していこう。そんなわけで戦闘についておさらい。大まかに3つ注意しよう。部隊の弾薬と配給は大丈夫？占領しようとしてるマスは敵のマスに囲まれてない？自分の司令部は大丈夫？敵の司令部ばかり見てて自分の司令部が占領されちゃったりすると敗北しちゃうから注意してね。今回は情報量多くなっちゃったけど、スコーピオン大丈夫だった？まだ自信がないところがあるけど、戦闘しかしてなかった時よりはいろいろ分かったような気がする。そっか、よかった。ドルフロは最初に覚えることが多くて大変だから、実際にゲームプレイしながら慣れていくといいかもね。とりあえず今回の大切なことをまとめたから最後に復習しとこう。はい。敵の司令部を占領すれば勝利。弾薬、配給、行動ポイントに注意する。飛行場を占領しながら進むことを意識。飛行場では補給や新たな部隊の配置ができるよ。攻略が厳しい時は支援部隊や緊急修復を活用する。最初はやることが多くて戸惑うけど、慣れてしまえばどのステージでも通用する知識だから、早く慣れてどんどんステージを攻略していこう。頑張って